ちは、ぶっちち DIY チャンネルです。ご覧いただいているのは、18年前初めて、自作 PC を作った時に、購入した PC ケースで、10年ほど使用したものです。今回の動画では、この PC ケースを、改造して、デザインの一新と、エアフロの改善を、行っていこうと思います。フロント部分に、簡易水冷の CPU クーラーのラジエーターを取り付けたいので、3.5インチベイと5インチベイを取り外します。取り外した 3.5 インチベイは、一部カットして、違う位置に取り付けます。不要になったサイドパネルの鉄板を使って部品を切り出します。配線カバーを不要になったサイドパネルの鉄板から切り出して加工します。このケースは、6センチの排気ファンが2箇所取り付けられるようになっていますが、それでは足りないし、排気音もうるさいので、12センチのファンが取り付けられるように加工します。サイドパネルの鉄板から切り出した部品を、ケースのフロント部分の開口にハンダ付けします。フロント部分にラジエーターが取り付けられるように加工します。CPU クーラーのバックプレートが取り付けやすいように開口を開けます。背面に吸気ファン用の穴を2箇所開けます。グラフィックボードの縦配置用に開口を開けます。アルミアングルを加工します。アルミフラットバーで、サイドパネルを留める部品を作ります。余った鉄板を使って、2.5 インチハードディスクの取り付け可なものを加工します。アルミアングルと余った鉄板を加工して作った部品です。アクリル板を切断します。アクリルカッターで、厚さの半分ぐらいの溝を掘って、作業台の端に合わせて、押すときれいに割れます。アクリル板の小口は、400番のサンドペーパーで平滑にしたら、さらに1000番のサンドペーパーで、水研ぎします。アクリル板の細かい部品は、先に穴を開けてから、ノコギリで切っていきます。ベニヤでサイドパネルを留める部品を作ります。アクリル板とベニヤを加工して作った部品です。塗装する前に240番のサンドペーパーで表面を研磨します。中性洗剤を使って水洗いし、乾燥したらマットブラックのスプレーで塗装します。アルミアングルはアルミ用スプレーを
使用します。フロントパネルはパイン集成材を使用します。角はカンナで丸くします。パイン集成材は、チークの水性ステインを塗り重ねて、ダークブラウンに仕上げます。好みの濃さになるまで、塗り、乾燥を繰り返します。好みの濃さになったので、水性ウレタンニスを塗ります。乾燥したら、400番のサンドペーパーで水取りし、2回目のウレタンニスを塗ります。この工程を繰り返し、ウレタンニスを計4回塗ります。ウレタンニスの工程は、これで終わるはずだったのですが、なぜか、白っぽくなってしまったので、艶消し透明ラッカーを吹き付けました。組み立て。3.5 インチベイのマットブラックに塗装し、ケースの上部にネジ留めします。別の PC ケースから外した足を取り付けます。スペーサーを取り付けます。電源ユニットと配線を隠すためにルーバーを取り付けます。サイドパネル固定用の部品を取り付けます。フロントパネルは、長板で開閉できるようにします。フロントパネルにマグネットキャッチを取り付けます。トップパネルを組み立てます。
プパネルを取り付けます。電源ユニットを取り付けます。2.5 インチの HDD を2段重ねにします。2.5 インチの HDD を 3.5 インチマウントアダプターに取り付けます。3.5 インチ HDD を取り付けます。2.5 インチ HDD を取り付けます。元の PC ケースのフロントパネルからスイッチケーブルと LED ケーブルを取り出します。緑色 LED を青色 LED に交換し、ケーブルをスリーブ化します。スイッチングユニットを組み立てます。スイッチングユニットを取り付けます。ケーブルを固定するためのステを取り付けます。グラフィックボードのブラケットを固定するためのステを取り付けます。ライザーケーブルを取り付けます。IO パネルを取り付けます。
ザーボードを取り付けます。今回使用する CPU クーラーは NZXT のクラーケン X63 です。NZXT ジャパン様から Twitter のプレゼント企画でいただきました。バックプレートを取り付けます。CPU クーラーファンとラジエーターを取り付けます。ポンプを取り付けます。ATX 電源ケーブルをマザーボードと接続します。CPU 電源ケーブルを接続します。メモリを取り付けます。パワースイッチ、パワー LED、オーディオ、USB 3点性をマザーボードと接続します。ポンプにブレイクアウトケーブルセットを接続。ポンプとマザーボードを USB ケーブルで接続。CPU ファンケーブル。SATA 電源ケーブル。SATA ケーブル。ファンの取り付け分に凹凸があるので、アクリル板でステを作成して、ファンを取り付けます。ファンコネクタとアドレサブル LED ヘッダーに接続します。吸気ファンを取り付けます。すべてのケーブルを接続して配線をまとめました。配線を隠すためにカバーを取り付けます。メッシュト
マグネットシートで、防塵フィルターを作成します。フロント面に、防塵フィルターを取り付けます。PCI スロットカバーを取り付けます。ライザーケーブルをマザーボードに接続して、グラフィックボードを取り付けます。パネルは、黒のアクリル板を取り付けます。トップパネルも、黒のアクリル板を使用しました。マザーボードの反対側のサイドパネルは透明のアクリル板を使用し、縁だけ黒のスプレーで裏側から塗装します。裏側のマスキングを剥がします。サイドパネルを取り付けます。ポンプの養生シートを剥がし忘れたので、サイドパネルを一旦外して、養生シートを剥がします。サイドパネルを元に戻せば、完成です。完成しました。いかがだったでしょうか。今回の動画では、18年前の PC ケースを改造して、デザインの一新とエアフロの改善を行ってみました。当時の PC ケースには、フロントコネクタがなく、簡易水冷 CPU クーラーも想定されていないので、それらも含めて改造してみました。もし、興味を持たれた方が、何かの参考になれば幸いです。最後までご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。